皆様明けましておめでとうございます。印野小林業の採用担当の小玉と管理本部高橋です。はい、2026年1月5日印野小林業の仕事始めの日でございます。はい、毎年仕事始めは印野小林業年頭式から始まっております。はい、で今年もですね、どんな年にしていきたいかというのを、社長から所信表明があったりですとか、はい、抽選会があったりとかですね、はい、いった会をやっております。では早速印野小林業の年頭式の様子行ってみましょう。レッツスタート。改めまして明けましておめでとうございます。お正月は皆さんお雪も降ってね、津山の方は大雪で20センチぐらい積もったんですけど、いかがお過ごしだったでしょうか。ゆっくりできましたですかね。毎年今年はこういう1年になります、こういうふうのをやっていきましょうということをお話しするんですけど、今日は大きく2つあります。一つは今の環境ですね。我々を取り巻く事業の環境という側面が一つ、それに対して会社としてどうやっていこうかなということと、もう一つは会社のスローガン的なこと、物事の考え方みたいなことを2つ話ができればいいかなというふうに思っています。外国のサプライヤーさん来られた時に使う資料からちょっと抜粋してるんですけど、我々を取り巻く環境を説明する時に使う表です。新築住宅着工数の推移で、一番左が1975年、一番ピーク時で約170何万戸1年間に新築住宅ができましたと。今足元どれくらい家が新築住宅建ってるのかなっていうと、日本全国で80万弱ですね。77万戸とか78万戸、170万戸から比べると半分以下になっていると。我々のマーケット、いい時と比べると半分ぐらいになっていると。でこれが今後はどうなるかっていうと、人口が少なくなってくるっていうことで、ますますマーケットはちっちゃくなっていくのかな。で今もう一つ別の側面がありまして、同じ新築一棟の中でも非常に平屋が増えているということです。平屋率っていうのは 8%、24年の平屋率っていうのは 17%。だから同じ一軒でも平屋の家が増えている。懇意にさせていただいてます住友林業さん、住友林業の家のお話聞きますと、新しい受注の平屋率っていうのは 40%、 約4割が平屋になっているというような状況です。だから全体の着工数が少なくなっていますよっていうだけじゃなくて、同じ一軒でも家がちっちゃくなっている。それに伴って木材の使用量っていうのはやっぱ少なくなっているのかなっていうようなのが、今の足元の傾向。2014年と2023年の1棟あたりの使用量の内訳です。国産材と輸入材の比率、黒いところでかかっているところっていうのは国産材、上の部分が輸入材、修正材か無垢かっていうのはちょっと置いといて、国産材と輸入材の割合がどうなったのかなっていうのを表に表したものです。こうやって見ると、どこも国産材の比率が大きくなっていると。シェアが高まっています。柱も土台も歯柄も合板も大きく国産材化っていうのは進んでいる。あとはやっぱビーム、横物、張り桁、ここだけが国産材化が進んでない。これがこの10年間で起こったこと、変わったことと変わらなかったこと。我々がこれからどこにマーケットの軸を置いて会社運営をしていくべきか、2つ軸があるのかなというふうに思っています。先ほど見ていただいた国産材の欧化材、ビームの国産材化っていうことに対して我々マーケットに何が提供できるのかなっていうことが多分大きく我の力を問われるんだろうなと。来年
国産材の製材の設備を一新しようかなというふうに考えております。国産材の製材の設備を一新して生産量を高めるっていうことでコスト競争力をつけて、で先ほど見ていただいたビームの国産材化、ここにちゃんとした商品を提供したいということは、この1年2年かけてやっていきたいなというふうに考えていることが一つ目。もう一つが非住宅、このグラフにあるように非住宅ですね。住宅以外の物件の木造化にちゃんと我々は物を提供していきましょうと、加工して出していきましょうと。公共物件の木造比率まだ10% 前後なんですと。特に3階建て以下の公共物件は20% 台っていうところなんです。いろいろな方のお話聞くと、木造化一番コストバランスが取れて木造化に適しているっていうのは、だいたい4階建てから5階建てぐらいが今の、RC とか鉄骨に比べて競争力もあって木造化に適しているのかなと。そういうところをターゲットに、非住宅の木造化に邁進してまいりたいなと思います。っていう、新しいことがどんどん始まっていこうとしています。それを皆さんと一緒にどうやったら一致団結をしていきたいんです。ベクトルを一つに合わせて一つの目的に向かって達成していきたいっていう時に、一致団結って言い換えるのいい言葉ないのかなと。ローアズワンっていう言葉で一致団結を表していきたいなと思います。ローアズワンってどういうことかというと、ボート2つあるんですが、左側がラフティングですよね。右側が普通のボートなんですけど、右側の場合も一致団結、左側の場合も一致団結、両方必要なんです。ボートを漕ぐっていうのは一人一人がバラバラな動きをしていると、ボートっていうのは早く進んだりできないので、どっちも一致団結が必要なんですが、右側は一致団結を表すときにプルトゥギャザーって、オールを引く、一緒に引く。ここに必要なのは最高の効率で前進する機能的連携、同調正確さ、規律。ラフティングの場合は荒波を越えていかないといけないので、同じ一致団結でも危機感を共に乗り越えるとか、勇気とか助け合いとか、自由と規律の感、一人一人が何をやるべきか、何をやるかが一人一人違うんですよ。右側の場合は一人一人がやることっていうのは全員一緒なんです。息を合わせてちゃんと漕ぎ切る、プルトゥギャザー。ローアズワンっていうのは一つになって漕ぐ。で、子が高いスキルを持った子が自立していて、その子が一つになって漕いでいく、一つの方向を目指していく、そういう一致団結を目指したいなと。みんなが同じことをするんではなくて、やっぱり個が自立する、個性が大事なんだなっていう、個性を大事にしながらアズワン、一つになって漕いでいく、こういう一致団結っていうのを目指していきたいなと。今年こそはしっかりといい年になりますように精一杯やっていきます。皆さんも一緒に協力していただければと思いますので、よろしくお願いします。これで私の年頭のご挨拶を終わります。以上です。続いて勤続年数発表を行います。今年は10年の方が7名、20年の方が9名、30年の方が1名でした。まず勤続年数10年の方々からご紹介いたします。製材、続いて勤続年数30年の高橋則之さん。昔は髪も黒かったですよね。お疲れ様でした。30年大変お疲れ様でした。
また引き続きどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。皆様、新年明けましておめでとうございます。誠に僭越ながら、私が閉会のご挨拶を申し上げます。皆様、新年はいかがお過ごしでしたでしょうか。私は去年度次世代研修に1年間、参加させていただいたんですけども、ここでさまざまなことを学ばせていただきました。例えば、人間関係の構築、あとは変化に執着することで、いろいろな要素がある中、私がこの場で一つ伝えたいなと思ったのが、各々自分の扱う商材にですね、愛着を持ってほしいということです。いいものを作る、またお客様に価値を伝える、また、楽しく仕事をする上でこれが第一歩、一番大切なことではないかなと思いました。また当然皆さん愛着は持っていらっしゃると思うんですけども、この場を借りて今一度、お伝えさせていただきました。また今年のスローガンであるローアズワン、次世代研修のメンバー一同で筆頭となり、会社の風土として広めていきたいと思っております。今年も会社一丸となって U を邁進していきましょう。以上となります。ありがとうございました。はい、金の小林業の年頭式の様子でした。はい。スローガン、今年も発表がありました。ローアズワンということで、ローアズワン。はい、これを日本語に訳すると、チーム全員が同じゴールに向かって、個々の力を発揮するです。はい。こうね、最近は世界全体がね、そういう経済のどんな波が来るかわかんない時代です。はい。荒波に対して前に進んでいけるように、やっぱ個々も力を発揮しないといけないし、ね、みんなが目標の方を向かないといけないしということで、はい。で、今まで動画に出さなかったかもしれないんですけれども、イノショリンが毎年勤続年数で、10年ごとにちょっと年頭式で表彰というような感じをやってるんですけれども、なんと今年30年記念ということで高橋さん呼ばれてましたね。はい、壇上に上がらせていただきました。はい。阪神大震災の年に入社しましたんで。あ、そうなんですか。はい。カメラのマイクの方で拾ってるかどうかわかんないんですけど、社長がこんなに髪も真っ白になったみたいなことを言ってましたけれども、はい、ちょっと、言葉かけていただきました。はい。もう私は出会った頃からもうこの髪だったんで、全然黒い時を知らないんですけれども。でしたっけ？はい。やっぱもう入社当初はもう真っ黒な感じの。もちろん。はい。細かったです。あ、そうなんですか。はい。もう誰もが振り向くよ。はい、いらんこと言った。じゃあちょっとね、若い写真もぜひ入手して、ちょっとここに貼り付けておこうかなと思います。はい。いいやつお願いします。はい。それでは、今年も動画をね出していきたいと思います。ちょっと去年は更新頻度が遅くなって申し訳ございませんでした。はい。今年も仕事をしながら更新をやって、頻度をちょっとずつ上げていこうかなと思っておりますので、はい、また皆さんに楽しい動画をお届けできればなと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you! 今年もよろしくお願いします。頑張ります。